飯旅 This program brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sendai Grume 13 Death. Let's get it started. 1. E Roha Shock Door. 行列半端ない。開店時間前に着いたけどすんごいことになってたね。並んでる時隣の母さん通い始めて22年言うてたよ。22年通い続けたくなるラーメンってすごいよね。ほんとでっけえ豚肉揚げたやつが入ってて、この豚肉の下味がスープに染み出て絶妙な旨味とコクになってんだよな、これが。同じスープなんだろうけど、ラーメンと特製いろはラーメンとでは味の印象が随分違ったもんね。なんかこのお肉野球のグローブみたい。まったくだ、まさにグローブ。トンテキみたいでもあるし、なんかロイヤルホストのパーコー麺を思い出すフォルムだね。味は違うけど昔からの常連さんもかなりいるみたいだったもんね。この謎の葉っぱは付け合わせなのかインするのか不明のままですが、向かいのご夫婦がセリだなって言ってたんだけど。セリか。北海道じゃあんまりセリって馴染みないよね。ところでセリナって最近見なくなったよね。セリナって芹川かなのこと？本名フルネーム同級生みたいに言うな。Anyway、 あの母さんすげえな。多分1日300人ぐらい一人でこなしてるよ。一番の名物はセリでも岩見沢出身のセリナでもパイコー麺でもなく、あのお母さんだったんじゃ。 2. Butankaku. 北海道のジンギスカンってのは前回の盛岡花巻岩手版で分かったけど、仙台の牛タンってのも不思議だよね。そうなのさ。これ産地に起因する場合もあるけど、多くの場合大繁盛店起因のケースが多いよね。金沢カレーしかり、札幌味噌ラーメンしかり、仙台の牛タンも味助けという大繁盛店起因で牛タンが有名になったようだよ。なるほどね。味助けの初代佐野慶四郎が昭和23年仙台市中心部に牛タン焼きの専門店を開き、全国にその味を広めたことによる。佐野慶四郎は戦時中は焼き鳥の屋台を引いていたそうだが、東京で料理の修行をしていた20代の頃、フランス人シェフからシチューなどに使う牛タンの味を教わり、これを日本人好みの味付けに工夫を重ねた結果、麦飯、漬物、テールスープという定番牛タン焼き定食の生みの親となったそうだ。なるほどね。角さんの牛タンも美味しかったね。タスケと違って分厚いのにすっごい柔らかいのね。はい、そうだね、格別だったね。タスケから始まった牛タン文化も進化を続け、ここまで来ました。見てください、この厚み。美味しかったね。どうしてこんな厚みがある牛タンがソフトになるのでしょうか。ほんとタスケっぽい薄焼きもいいけど、ここの厚焼き一度食べたらやめられなくなっちゃうね。高くってバクバクはいけないけどね。そうね、1枚500円ぐらいしちゃうもんね。ケチなあーたには向かないかもね。厳しい。3. IKEA Sendai. 関東以北唯一の IKEA ということで、はい、初めてのIKEA超楽しかった。広すぎてちょっと疲れたけど、あれで一部しか営業してなかったんでしょ。そうなのさ。この間の地震の影響でね、なんか崩れちゃったみたいでね、一部しかやってなかったんだよ。地震の影響すごいね。でも徒歩じゃきついわ。わかる。広いでしょ。確かに広い、横浜でフル体験したけどマジ疲れたもん。最後の軽食コーナーがすごいよね。あれってコストコみたいね。おいおい、1943年スウェーデン発祥の IKEA に対して、アメリカのコストコは1976年発祥だぜ。全然 IKEA の方が歴史は長いんだ。あれま。1943年に17歳だったイングバル・カンプラードが設立した雑貨店から IKEA は始まったんだ。IKEA の IK はイングバル・カンプラードのイニシャルなのさ。Ingvar じゃ Kamprad. あ E と A は？確か彼の出身地と農場かなんかのイニシャルだったと思います。多分これ日本一安いソフトクリームですね。ね。タイのマクドナルドが確か10バーツだったか
から日本円にすると40円ぐらいかな。ほうほだから世界一安いってわけにはいかないけど、これはお得だ。う安い。ドリンクバー50円、ホットドッグ100円、このコスパは半端ねえよ。毎日ここでランチしたらお金貯まっちゃうね。By the way、外国企業なんだけど、海外では IKEA もコストコも通じないので気をつけて。え、英語では IKEA は IKEA で、 IKEA, コストコはコスコだからね。 Costco, IKEA とコスコね。 That's right。 4. Chu ka soba kaichi. まさかの一巡目を逃してしまった。あちゃー、だから早く起きろって言うたのに。低血圧なんで勘弁してください。85の58ぐらいなんで。バストウエスト、だったらいいよね。いやいやバッチリでしょ。嫌味ですか？心も体も温まる黄金スープ。やけど注意報です。そんなに、東北ってそこまでスープ熱くなくない割とぬるめ。ここのはマジ熱い。東北一熱いかも。感動した。ソリもっちもちの麺に黄金色に輝く熱々のスープ。行列納得のラーメンです。よかったね。謎に行列になってる店も多いからね。鶏本来の味を引き出すためにあまり手を加えない調理法で、鶏の大きさや火加減だけで調整し、その折その時の勘で調理してるんだって。そのため日々味の違いがあるので、その違いを堪能してほしいそうですが。珍しいね、日々味が違うって言っちゃうラーメン屋さん。本当だね。大将に聞いたのかい？ホームページに書いてあったよ。へえ。仙台は葉桜が綺麗だったね。葉桜マジ綺麗だったね。初めて見た。ソメイヨシノより遅めの満開だから時期面で楽しめるのがいいね。5. Kaiten Sushi Shiogama Ko. 仙台中心部から北東に30分ドライブ。かつてあったでしょうか、一皿サービスなんていう回転寿司ね。ネギトロサービスってすごいよね。すごいよね。すげえ行列店なのにさ。本当だね。すてき。生マグロに仁王サバ、仙台の回転寿司レベチです。宮城サーモンは宮城が誇るとびっきりの鮭。バタショタか。これが脂が乗っててうまい。北海道育ちのおじさんがサーモン食ってキョトン顔になったよ。生ホッケがあったりと。カツコチ美味しいよね。美味しいね。見たことないよね。見たことないね。カツコチ好きです。好きです。夏フグやテッサナミとも称され、白身の高級魚なんだって。どれを食べてもうなってしまう美味しさ。参りました。はい、今後仙台は塩釜ルートで入ります。アタックチャンス。 6. Pyo the To Tang Tang Meng Pin. 来ました、担々麺。今まで食べてた担々麺と全然違いました。違ったね。ねえ、今まで富士山が一番高い山だと思っていましたが、ここにはエベレストがありました。うまい。ごちゃごちゃ能書きは言いません。担々麺超美味しかったです。どっちも激うま。多分この店はメニュー全部美味しいんだと思います。ほんと美味しかった。仙台に来たら必ず寄ります。これ食べるために仙台来ます。美味しい担々麺をありがとうございました。7. Abe Kamaboko Teng. アメリカンドッグのかまぼこバージョン。インスタ映えの商品かと思いきや30年前からあったんだって、このひょうたん揚げ。30年前言うたら松井が甲子園で5打席連続敬遠食らってた頃じゃないか。あの時の松井の悔しそうな顔、泣けるんだよな。そうなの？私生まれてないかも。この17年後のワールドシリーズ、世界最高峰の舞台で MVP ってすごいよね。そうなのさ。これがまた一番泣けるドラマなのさ。日本人がメジャーのワールドシリーズ MVP 取るなんて。ほりほり、泣かない泣かない。泣きの金メダルの次に泣けるわ。長野オリンピックの
あの時の岡部と斉藤の原田の失敗を助ける起死回生のジャンプが泣けるんじゃん。もうマニアックすぎるのあーたは。この渦巻きかわいいよね。ぐるぐる味も普通に美味しいし。美味しい美味しい、ね、小樽のパンロールのライバル商品みたいな感じだね。あー確かに。おっとこれも忘れちゃいけない。お隣さんの大福パイも見逃せないぜ。そうそうこれはスルーできなかった。無理無理、これはセット販売みたいなもんです。美味しい。8. Super Saichi. 誰ですかああだこうだと言ってた人は。はい、私ですいやいやおはぎでしょ。所詮おはぎだからって思ってたよね。わざわざ高いガソリン炊いて行くまでもないと思ってたもんな。まあね確かに離れた場所にあるからガソリンも高いしまあわかるけど。いやでもやばうまかったわこれは。ぜんざいというか食べるお汁粉というか、余計な甘さがなくて小豆の香りがほわーんとしてて、あんこだけ食べても美味しい。あんこの量半端なかったね。おはぎ言うたらこれしか買わないっていう人の気持ちが分かる気がするわ。羨ましい仙台市民。本当このおはぎは細川たかしクラスだね。は9. Kosho and. 坂の上急斜面ぱなかったね。ちょっとはぎっちゃいました。めちゃめちゃ美味しかった。この変わりそば。季節ごとになんか練り込むものが違うんですけど、4月ということで桜の葉を練り込んだお蕎麦が。ちょっと桜餅が苦手な私ですがこれは頼まないわけにはいかないと思いまして、桜の香りがするんだ。はい、ほのかに香って、それは貴重な商品ですな。はい、全然香りが嫌じゃなかったですね。桜餅嫌いなのにね。そうなの。でも食べたら目から生ハム。 Togliersi il prosciutto dagli occhi. ほんのり香りがするんだけどこれが美味でございます。珍しいよねそばでこういうの。お蕎麦で四季を感じられるっていいよね。他にはどんなのがあるのかな。シャインマスカットとかピスタチオとか。なわけないでしょ。柚子とかよもぎとか、あと詳しくはおかみさんに聞いて。なるほどね。いやでも美味しかったですね。これは季節ごとにちょっと来ていろんなものを食べてみたいな。全バージョン制覇、近くに住んでると全部楽しめていいね。ねえ仙台引っ越そうかな。いいね。10. Chukaria Liri Wute. なぜか仙台に冷やしラーメン発祥の店があるということでお邪魔しました。はーい。味噌ラーメンで言えば、三平さんですね。コブラツイストで言えばアントニオ猪木。何それ。第一人者ってことさ。なるほど。割とゴージャスな食べ物だったんだね。冷やし中華始めましたって。別盛りでね、結構高級感があってね、涼しげな。冷やし中華始めましたの冷やし中華とは全然違うイメージものでしたね。はい、高級な食べ物。ここ元祖のお店では通年提供されてるそうですよ、この冷やし中華。夏の季語かと思ってた。そもそも冷やし中華という名前ではないけれどもね、なんちゃら麺っていうね、涼拌麺みたいな。はーい。ハージャー麺。なんか忘れたけど、ハージャー麺だった。ジャーハーパー麺でもないし、中国語でした。はい。涼拌面です。11. Ina Ho. たまにはこういう食事もいいよね。肉食猛獣と一緒だと食事がわんぱくすぎちゃって。誰が肉食猛獣やねさぜん。セリだけのしゃぶしゃぶとはいえ他に何かつくのかなと思いきや、はい、ほぼセリオンリーセリでしたお鍋に鴨肉が数枚入ってたけどね。だけどセリは驚くほど食わさったね。ペロリだったね。締めの餅がまたこれうまかったね。あれ雑炊もうまいんだろうな。ねえ、ご飯切りで最後の雑炊後ろのテディベアちゃんに取られちゃったもんねテディベアちゃんテーブルの下が大変なことになったスカートであれはヤバめだな。おじさん目のやり場に困ったんでちゅう
牛のお尻に目を描くとライオンに食べられなくなるんだぜ。何それ。12 is sen. デハだったね、あのやっさん。年上だろうけども、ピアスもしてたし。楽天カラーの帽子じゃなくて髪型が楽天カラーだったからね。店員さんもみんなファンキーだったね。そしてゆでたん。はい、そうゆでたん。いや、焼きよりもゆでかもね。そうだね、ほんとね。ゆでたんって聞こえが悪すぎたから、なんか美味しいイメージ全然持てなかったんだよな。わかる。テールスープのタンバージョンね。まさにそんな感じ。美味しい。よだれが。今はどこの町でもうまい牛タンは、焼き牛タンは食べれるようになったからね。そして値段がどんどん高くなっちゃってさ。苫小牧の助けもなくなっちゃったしね。苫小牧の助けうまかったね。おじさんはあそこで牛タンを覚えましたよ。札幌からわざわざ食べに行ってましたからね。美味しかったよね。でもゆでタンは新タンでなくっても柔らかいからお得感があるね。そうだね、同じ値段でも量が倍ついてくる感じがあるね。そういえば牛タンゲームも仙台発祥？発祥は六本木か歌舞伎町かと思われるが、流行らせたのは広末涼子だ。13 Tonkatsu Katsu Sei. 宮城ナンバーワンのとんかつ屋さん。これは1000円のとんかつではありません。ほんとこれが1000円なんて信じられない。全くだ。仙台人羨ましすぎる。札幌一線がなくなってしまった現在、おじさん行きつけのとんかつ屋さんがないんじゃよ。札幌伊勢も美味しかったよね。他の町の伊勢とは全然違う。上野本山は知らないけど、あそこで肉の叩き方学んだものね。お主なかなかやるな。とんかつで肉があんな溶け方するなんて知らなかった。知らなかった。牛でもああは溶けないぜ。ねえ、感動のとんかつでした。仙台はゆでたんでしょ。宮城サーモン、そしてとんかつを食べに来る町だ。あ、担々麺も。あ、そうだ。とんかつの創世期、明治時代にはとんかつにリンゴソースや三杯酢をかけて食べられてたんだぜ。うそー、マジで？ない。Chikaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabasai. Fukushima Izu Kitakata Kaiwai. Death. Otanoshimini. See you soon. タイに行った時にジョニー・ウォーカークラシックっていうトーナメントをね、ゴルフの試合を見に、ニック・ファルドっていうゴルファーが、知らないかな、結構わかんない。有名な、メジャーも何回も勝ってるような有名な選手だったの。ついついカメラ撮っちゃうんだよね。写真撮りたくなるじゃん。今みたいにムービーじゃないから、カシャッって音するわけだよ。だからそれをゴルフは嫌うよね、絶対。そりゃそうだわ。集中したいもんね。でティーグラウンドで待ち受けてるでしょ、その選手たちが来るの。でカメラをこうやって構えてティーグラウンドの後ろに立ってたら、そのニック・ファルドって女キャディーを連れているので有名なのさ。その有名な女キャディーに、リアルにいた時に、ファッキンカメラダウンっていうクソカメラをしまいやがれっていう言われたっていう本当に使うんだ。ちょっとなんて言ったか聞き取れないけど、なんだファッキンカメラダウンって最後だけめっちゃ強い口調で指さされて怒られてるっていう。恥ずかしい。